ご視聴ありがとうございます。KK です。今回はデイジーの花の形について私なりに気をつけているところを説明したいと思います。楕円形を基本に考えます。花の中心をどこに置くかによって花の形が変わってきます。真ん中に置いた場合、やや上の方に置いた場合、やや下の方に置いた場合です。それぞれカンマストロークで花びらを描いていきたいと思います。筆は丸筆の2番を使います。筆に3分の2ほど絵の具を取ります。まず花の中心を中央に置いた場合です。花びらを描く順番は左右上下と位置を決めてから描くとバランスが取りやすいと思います。また木や紙など素材を動かすとカンマストロークが描きやすくなります。上下左右の花びらが描けたら、その間を埋めるようにしてカンマストロークを描いていきます。次は中心がやや下にあるデイジーを描いていきましょう。描き方は同じで、左右上下をまず描きます。下の方の花びらが短めのカンマストロークになります。そして中心がやや上にあるデイジーです。だんだん慣れてきたら花びらを描く順番は自分の描きやすい順番にすれば良いと思います。花芯を描いて花の違いを見てみましょう。少しずつ花の表情が違うと思います。さらに中心を動かしてバリエーションを増やしていきましょう。花の中心を先ほどより下に、そして先ほどより上に描きました。同じようにカンマストロークで花びらを描いていきます。上が長く下の方が短いカンマストロークです。この花は上の方の花びらがとても小さくなります。花芯を描いて花の形を確認しましょう。花芯を仕上げていきます。影をバーントアンバーのサイドローディングで入れます。花粉は長年使って毛先がボサボサになったような筆やステンシル用の筆を使うと良いと思います。乾いた筆先に絵の具を取り、パレットの上で絵の具を落としてから使います。トントンと花芯の全体にのせていきましょう。ペーパーで絵の具を拭き取ってから白を取り、同じようにトントンとパレットの上で絵の具を落とします。花芯の中心から上の方に白い絵の具をのせていきます。さらにデイジーの花のバリエーションとして横から見た花を描くことができます。楕円の上下の幅を狭くして中心に当たる部分を一番下と一番上に置いて描きます。花の根元に向かってカンマストロークをしていきます。こちらは上の頂点に向かってカンマストロークをしていきます。花芯や根元に当たる部分を描き、横から見た花の完成です。花芯を動かすことによっていろいろな表情のデイジーを描くことができました。これは丸筆のカンマストロークです。短いカンマストローク、筆に圧力をかけ長く引っ張ったカンマストロークです。描き方によっても変わるのですが、筆を変えることによっても花びらの表情は変わってきます。フィルバート筆で描くと丸くコロンとした花びらを描くことができます。この特徴を生かし、フィルバート筆でデイジーを描いていきましょう。
先ほどと同じように左右上下から描いていきます。花びらの幅が広いので花びらの枚数は少なくなります。次に花芯を下にずらした花を描いていきます。花芯に向かって斜め下に描いていく感じです。上が長い花びら、下が短い花びらになります。この花は花芯を上の方に持っていき、花びらがしっかり開いた花になります。上の方の花びらを小さく描きます。花芯を描いて仕上げましょう。描き方は先ほどと同じです。最後に正面から見たデイジーをいろいろな筆を使って描いていきたいと思います。まず丸筆で描いていきます。中心に向かってストロークをしていきます。やはり先に上下左右の花びらを描くとバランスが取りやすいと思います。ストロークにはそのまま手前に引っ張るストロークと筆を少し回転させ終わりが細くなるストロークがあります。今回は中心を塗るのでそのまま引っ張るストロークで良いと思います。この花はフィルバート筆で描いていきます。平筆で描くデイジーは筆を90度回転させストロークします。花びらの先が細いデイジーを描くことができます。花芯を描いて仕上げます。影をつけるサイドローディングは下だけではなく上の方も入れました。中心の位置を変えたり筆を変えたりしていろいろなデイジーを描いてみました。好みのデイジーを使いいろいろと組み合わせ作品を作っていくと良いのではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が何かの参考になれば嬉しく思います。このチャンネルではトールペイントのテクニックについて紹介していこうと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。